Bonjour tout le monde, moi c'estペンダコ先生。この動画では効果線の描き方とコツをお話ししていきます。あなたは普段漫画を描くとき、効果線にどれくらいこだわっていますか？デジタルなら効果線の素材をポンと置くだけでそれっぽく見えますよね。でもそれって本当にあなたの絵に合ってますか？これはただ素材を置いただけのコマ。そしてこっちは今日紹介するコツを使って描き直したコマ。描き方のコツを知れば同じコマでもこんなに印象が変わります。効果線を使ってもっと自由に思い通りの表現を手に入れましょう。そして動画の最後では皆さんにお知らせがあります。ぜひ最後まで見てくださいね。Alors, c'est parti! ペンダコ。描き方の前に簡単に効果線について知りましょう。まず効果線っていうのはこれとかこれとかこれのことです。例えばスピード感の表現、大事なコマを読者に強調するなどなど、実際にどんなことを考えて書けばいいのか、今回は3つのコツを紹介します。物語やアクションの展開に合わせて線の強弱をつける。まず効果線は物語やアクションのテンションに合わせて線の密度や太さを使い分けなければいけません。例えばドラゴンボールを見てみましょう。動き出しのコマとすごいスピードで移動しているコマでは効果線の長さや密度が違います。攻撃の威力を表現するエフェクトでは線の太さや密度が違いますね。物語を語るときも同様です。僕のヒーローアカデミアでのワンシーンを見てみましょう。主人公のショックを表すためにどのコマも効果線の密度が違います。効果線にコントラストをつけて読者にそのコマの重要性を伝えましょう。動きと効果線の方向性を揃える。効果線はキャラクターの動きを読者に伝わるようにサポートする役割があります。ヴィンランドサガのコマをいくつか見てみましょう。例えばこのコマ、主人公が走る向きと線の向きがバラバラだと読者にうまく伝わりません。効果線はサポート係。動きと線を合わせて伝わる効果線を描きましょう。複数の効果線を組み合わせる。呪術廻戦のこのコマでは床と天井に集中線が描かれています。よく見るとこの2つの効果線の中心点は違います。こういう構図のコマだと1つの集中線で描いてしまいがちです。しかしここでは空間の広がりを出すために集中線を2つ使っているんですね。うまく効果線を組み合わせることができると表現の幅が広がります。他にもいろんなコツがあるのですが、今回は知っておくだけであなたの漫画が変わる3つのコツをお話ししました。次はアナログとデジタルでの効果線の描き方を解説します。綺麗に仕上げるコツや失敗した時の修正方法もお話しします。クリップスタジオでの描き方だけ知りたい方はタイムスタンプからスキップしてくださいね。ペンダコ。では効果線の描き方を紹介していきます。今回紹介するのは2種類。平行線タイプと集中線タイプ。まずはアナログで効果線を描く方法を紹介していきましょう。アナログで効果線を描くときに使う道具はこの4つ。つけペン、丸ペンというペン先を使います。つけペンを使う理由は線の太さに強弱をつけることができるからです。基本ライナーは使いません。ライナーは均等な太さの線を引くのが得意です。しかし線に強弱をつけたり先端をきれいに尖らせることが苦手です。ここは効果線のクオリティに関わる重要なポイントです。だからプロの漫画家はつけペンを使います。定規、引きたい線の長さに合わせて定規を使い分けます。つけペンを使う場合、定規の側面が段差になっていたり
傾斜がついているタイプのものを選びましょう。紙に定規を当てた時に隙間ができることがポイントです。隙間がないタイプの定規を使うとインクが定規を伝って大惨事が起きてしまいます。対応策としては定規の裏に硬貨を貼って定規と紙が接触しないようにするといいですね。この2つは集中線を描くときに使います。画鋲かピンズ1つあれば十分です。平らで薄いものを選びましょう。メンディングテープ、紙が傷まないように剥がしやすいタイプのものを使いましょう。それでは次は実際に線を引く方法を見ていきましょう。まずは平行線の描き方から。定規を当てて素早く線を引きます。ゆっくり線を引くと手の震えがペンに伝わって線が歪んでしまいます。だから素早く引いた方がいいです。線が引けたら定規をずらしてまた次の線を引く。この繰り返し。初めのうちは線を引きながら効果線のボリュームやバランスを考えるのは難しいです。なのであらかじめどんな効果線を描くのか当たりを書いておくことをお勧めします。例えば好きな漫画を参考に線の数や間隔を観察してみましょう。またどのあたりで線を尖らせるのか目印をつけておくと線を引くことだけに集中できるので作業が楽になります。これが平行線の基本的な書き方です。次は集中線の書き方です。まずは線の集まる中心点を決めます。線のボリュームやどのあたりで線を尖らせるかあたりも鉛筆で書いておきましょう。平行線に比べ集中線は書くのが難しいです。だから準備は念入りにしておきましょう。あたりを書けたらこの2つの道具を使います。中心点に画鋲を逆さまに置きテープで固定します。ここに定規を当てて中心線に向かって線を引きます。線を引いたら定規が中心点から離れないように気をつけながら定規をずらす、線を引く、定規をずらす、線を引く、この繰り返し。この時引いた線の上に定規を置かないように気をつけましょう。インクが乾いてない状態で定規を置いてしまうと大変なことになってしまいます。効果線は根気のいる作業です。時には線がうまく引けないこともあるでしょう。その場合は白いインクのボールペンや修正液を使いましょう。線の先端を整えたり、一旦消して書き直すことにも役立ちます。これで集中線の完成です。次はクリップスタジオでの効果線の書き方を紹介します。ペンダクリスタで効果線を書くのは専用のツールを使えばとても簡単です。いくつか方法はあるのですが、今回は私が使っている方法をお伝えします。まずはレイヤーを作成、選択します。定規ツールを選んでからスペシャル定規を選択します。ツールのプロパティが平行線になっていることを確認してください。ここまで OK なら原稿の上でクリックし、線の引きたい方向へドラッグした後手を離します。これで原稿の上に定規が用意されました。あとはペンツールで線を引くだけ。割と雑に線を引いても綺麗な直線が引けます。線が引けたら定規をオフにしましょう。レイヤーウィンドウの定規アイコンをシフトを押しながら左クリックしてください。すると定規のオンオフの切り替えができます。定規のアイコンを右クリックし、ここをクリックすることでも同じことができます。次は集中線を書いてみましょう。一旦どこが効果線の中心でどれくらい線を引くかのあたりを書きます。
平行線の時と同様にレイヤーを選択します。ツールを選びます。ツールプロパティから集中線を選びましょう。集中線の中心にしたい箇所をクリックしましょう。これで定規を配置できました。あとは線を引くだけ。とても簡単です。最後に効果線を描くときは一つずつレイヤーを分けておくことをお勧めします。後から修正を加えることも簡単になります。てんだこ。今回は効果線のコツと描き方についてお話ししました。あなたの描きたいシーンやアクションに合わせて試してみてくださいね。動画が参考になった人は高評価と誰かに共有してね。皆さんの漫画制作に役立てたら嬉しいです。そして皆さんにお知らせです。ゲームエクスプローラーズという漫画の作画を担当することになりました。2025年4月30日よりキャンペーンが開始されます。ぜひ動画の概要欄からチェックしてみてください。なぜこの漫画を描くことになったのか、その理由や経緯は別のビデオで改めて皆さんにお話ししたいと思っています。それではまた次回の動画でお会いしましょう。アビアントー。